皆様こんにちは。ウェリントン在住のみどりです。いつも応援いただきまして本当にありがとうございます。心より感謝申し上げます。私はニュージーランドに暮らして34年になります。この YouTube チャンネルではニュージーランドの暮らしや社会にまつわるトピックをトーク形式でお届けしています。先月はニュージーランドでは優秀な国民が国を離れて海外へ移住してしまうというテーマの動画を投稿しました。この動画を多くの方々にご視聴いただき、とてもありがたく思っています。その動画ではニュージーランドは家賃や物価など生活費が高い割に隣国オーストラリアに比べて賃金が大幅に低いため、医師やエンジニア、研究者といった優秀な人材がオーストラリアへ流れてしまう現状をお伝えしました。その結果、医師不足やエンジニア不足が進み、国民の生活にも影響が出始めているという内容でした。私の動画はニュージーランドへの移住を考えている方々にもご覧いただいているようです。そうした方からすると、前回の内容を聞いて、ニュージーランドはオワコンという印象を持たれたかもしれません。そこで今回は、その動画を補足する形でお話ししたいと思います。テーマは、良いだけの国もなければ、悪いだけの国もないということです。つまり、どの国にも良い面と悪い面があり、どちらか一方だけでは語れないということです。当たり前のことのように聞こえますが、とても大切な視点だと思いますので、今回はこの点についてお話ししていきます。実は私自身、数ヶ月前に日本の社会問題を取り上げた動画を YouTube で見て、日本のことがとても心配になってしまいました。でも冷静に考えれば、その動画で語られていた問題が日本のすべてを表しているわけではありません。ある一面だけを切り取って、その部分に焦点を当てていたからこそ、それを聞いただけで、この先日本の将来は暗いのではと不安になってしまったのだと思います。一つの側面にだけに目を向けてしまうと、その印象が膨れ上がり、他に良い点があっても忘れ去られてしまいます。実際には確かに暗い面もありますが、日本にはそれと同時に素晴らしい点や誇れる部分もたくさんあります。つまり、たった一つの側面を見て、その国全体を判断してしまうのは適切ではないと改めて感じました。情報発信を始めて痛感するのは、どのような切り口で話すかが意外と難しいという点です。一般的に一つのテーマを取り上げると、その部分だけに焦点が当たりやすくなります。私の先月のトークでも、優秀な人材が海外に移住してしまう頭脳流出の問題を中心に語ったため、その面ばかりが強調されてしまったと思います。言い換えれば、それ以外の側面が見えにくくなってしまい、ニュージーランドはやばいんじゃないかといった印象を持たれた方もいたかもしれません。確かにニュージーランドでは頭脳流出という深刻な社会問題が存在するのは事実です。それだけを切り取れば心配になるのも当然です。けれども、それがこの国のすべてではありません。そこで今からニュージーランドの課題と魅力の両方を合わせて総合的に少しお話ししてみようと思います。ニュージーランドではここ数年、家賃や食料品、生活雑貨といった暮らしに欠かせないものの価格が着実に上昇しています。特に家賃は前年より 4% 以上も高くなり、日常的に買う食品も
肉や乳製品を中心に値上がりが続いています。その結果、消費者物価指数も上昇を続け、国全体として生活費の負担は増す一方です。それなのに、賃金の伸びはこの物価高に追いついていません。民間セクターの賃金は上がってはいるものの、前年比で 2% ほどにとどまり、生活費の上昇と比べると物足りない水準です。最低賃金もわずかに引き上げられてはいますが、実際の生活コストを賄うには十分とは言えません。そのため、特に低所得層の家庭では、家計への圧迫感が強まり、厳しい状況が続いています。ニュージーランドでは、富裕層と一般層との間で経済格差が広がってきたことが指摘されています。例えば、上位 1% の人たちが国全体の資産の約 16%、上位 5% では約 38% を占めていると言われています。その格差の影響は子どもたちにも及んでいます。2022年から23年度には、子どもの 12.5% が物質的困窮の状態にあり、この数字は前年に比べて統計的にも増加しています。とりわけ、マオリ系やパシフィカ系の子ども、障害を抱える子どもたちの間では、物質的困窮の割合がより高い傾向にあります。さらに、ホームレスや深刻な住居困難を抱える人も増えており、2023年の国勢調査では、全人口の約 2.3%、つまり11万人以上が深刻な住宅困難を経験したとされています。それからこれは前回の動画と被る部分でもありますが、近年ニュージーランドでは特に若くて優秀な専門職がより高い賃金や幅広いキャリアの可能性を求めて海外へ移る傾向がますます目立つようになってきました。その多くはオーストラリアへの移住で、いわゆる頭脳流出と呼ばれる現象が起きています。こうした動きは国内の医師やエンジニア、研究者といった重要な分野で人材の不足を招き、サービスの質や社会全体の安定に影響を及ぼす恐れがあります。特に医療の現場では、すでに医師不足が深刻化しており、国民が必要な医療サービスにアクセスしづらくなるなど、現実的な影響が出ています。一方で、海外からの高度人材の受け入れや、海外で得た経験を持つ帰国者の活躍など、人材を補い、広げていく動きも進んでいます。つまり、人材の流出が現実の課題である一方、その影響を和らげるための取り組みやネットワーク作りも並行して進められています。私がニュージーランドを高く評価している点は、国全体が驚くほど柔軟で、様々な課題に素早く対応していけるところです。以前の動画でも触れましたが、この国では制度やルールが短い期間でコロコロと変わることがよくあります。日本と比べるとその変化の速さに驚かされることも多いです。でも見方を変えれば状況に合わせてすぐに動き出せる柔軟さこそがニュージーランドの大きな強みであり、これは私がとても感心している点です。それからニュージーランドは政治の腐敗が少なく、透明性の高い民主的な制度が整っています。国際的な腐敗認識指数でも常に上位に位置しており、政治や司法に対する信頼度が高い国として知られています。そのため、国民は安心して自分の権利を主張できる環境があり、そのことが社会全体に公平さと
安定感をもたらしていると思います。またニュージーランドはワークライフバランスの良さでも高い評価を受けています。長時間労働が少なく、家族や友人と過ごす時間や趣味・余暇を大切にする文化が根付いているんです。職場でも柔軟な働き方が広がりつつあり、在宅勤務や時短勤務を導入する企業も増えています。そのおかげで仕事に追われて生活が犠牲になることが少なく、心身ともにゆとりを持ちながら働ける環境が整っていると言えるでしょう。さらにニュージーランドといえば、やはり豊かな自然とアウトドアの魅力を語らずにはいられません。一年を通して美しい国立公園、雄大な山々や湖、そして変化に富んだ海岸線が広がり、登山やハイキング、キャンプ、サーフィンなど多彩なアウトドア活動を楽しむことができます。自然が身近にあることで日常生活の中でもストレスを和らげたり、心をリフレッシュしたりできるのも大きな利点です。世界的にも自然と共生するライフスタイルが可能な国として注目されています。ナイトライフやショッピングを好む人には向かないかもしれませんが、アウトドアが好きな人や自然の中でのんびりと暮らしたい人にとってはまさに夢のような場所だと思います。それから治安の良さもニュージーランドの魅力の一つです。大都市の一部の地域では犯罪が問題になっているものの、全体としては安全で暮らしやすい国だと言えます。子供を安心して育てられる環境が整っていることは、多くの家庭にとって大きな安心材料になっています。犯罪率についても、欧米の多くの国々と比べれば、かなり低い水準にあると思います。ニュージーランドのもう一つの大きな魅力は、文化的な多様性がしっかりと尊重されていることです。この国のもともとの先住民はマオリであり、その後にイギリス系移民の子孫が大多数を占めるようになり、さらに太平洋諸国から来た人々も共に暮らしてきました。イギリス系が持つ秩序を重んじる気風に、太平洋諸国特有の穏やかでのんびりした空気が混ざり合い、ニュージーランド独自のバランスの取れた雰囲気を生み出しています。近年はアジアからの移民も増え、多文化的な要素がさらに強まっています。国や自治体も文化的な違いを尊重することを大切にしており、移民として暮らす私自身もその姿勢を日々実感しています。これまで移民だからという理由で差別を受けたことは一度もありません。就職においても性別や年齢、出身地で判断されるのではなく、その仕事に必要なスキルを持っているかどうかで公平に評価されます。もちろんスキルが十分でなかったり、英語力が不十分だったりすれば採用されないことはありますが、それはあくまでも実力の問題であり、出身地や背景が理由になることではありません。この公平さがあるからこそ、努力を重ねてスキルを磨き、英語力を伸ばせばチャンスをつかめるという前向きな気持ちになれると思います。ニュージーランドは多様性を受け入れる姿勢と公平さの精神によって多くの人に希望を与えてくれる国だと感じています。今回のトークではニュージーランドの課題と魅力の両方についてお話ししてみました。今回私が強調したいのは、どんな国であっても良いことだけの国もなければ悪いことだけの国もないということです。どの国にも良い面があればそうでない面もあります。魅力的な部分がある一方でそうでない部分もあるということです。これはニュージーランドに限らず
日本も含め世界中すべての国に当てはまることだと思います。一つの側面だけを見れば最悪だと感じることもありますが、それはあくまでも一面に過ぎません。他の側面に目を向ければ、そこには多くの違った姿があるはずです。だからこそ、国を評価するときには、できるだけ幅広い視点から全体を見つめることが大切だと思います。なぜそれが大切かといえば、もし悪い部分だけに焦点を当ててしまうと、絶望的な気持ちになってしまいます。気分が落ち込み、不安や心配が膨らみ、やる気さえも失われてしまうでしょう。実際人は焦点を当てたものが大きく見えるという傾向を持っています。悪いところだけを見つめれば、そればかりが強調されてしまい、本来ある良い部分が見えなくなってしまうんです。でも広い視野を持って国全体を見れば、改善できるところを少しずつ直しながら、すでに光っている部分をさらに輝かせていくことができると思います。そうしてこそその国はもっと魅力的な場所へと育っていくのだと私は信じています。最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。私の YouTube チャンネルはもともとは私のニュージーランド生活の様子を紹介するものでしたが、最近はどちらかといえばトーク形式で私が感じたことをお話しするのがメインになりました。日本とニュージーランドの違いで驚いたことや、日本の外から日本を眺めて感じたこと、異文化体験で学んだことなど、様々なテーマで語っています。今後も細々と投稿を続けていきたいと思います。これからも応援いただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ウェリントンのみどりでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。